うわ、すごいこの雰囲気が。なんかこれ天っていう字が見えるんですよね、ここに。九十はほんと高い場所にありますね、こんな感じで。ところで海女さんはもっと仏の教えを広めたいと考えた。そこで寺に伝わる宝物を近くの村々へ分けて祀ってもらうことにした。そうすれば信仰も広まると考えてのことだった。まず花瓶を川下の村に分けた。村人たちは高梅寺の宝物をいただいたというわけでお堂を建ててお祭りした。そしてこの村を慶と呼ぶようになった。川を渡った村には九重の重箱を分けた。この村はこれにちなんで九十という名をつけた。上流の村には美しく磨かれた竹の筒が分けられた。ここは竹塔と呼ばれるようになった。その頃都では戦が始まり、世の中が騒がしくなってきた。そしてこの熊野の地方へも、密かに都から逃げてくる人が多くなった。若く美しかった海女さんもすっかり年を取り、やがてひっそりと亡くなった。村の人たちは海女さんのためにお堂を建てお祭りした。春のお彼岸には遠くの村々からもたくさんの人たちが集まり、その賑やかさは大したものであったと言われる。はい、こんにちは。ヒステリカの若安です。今日は、桃代月に関連する箇所がこの地域にあるっていうことで、その地域を数箇所回りたいなと思っていて、でこちら最初に来たのは慶ですね、ここは。でここはね、なんかその例の海女さんが神の製法を伝えて、その神がすごい有名な神だったみたいで。だけどちょっと足が悪かったから今。なるほど。でお父さんお一人で、できる限りこう、まあそうやなそうやな。すごいですね。すごいですね。あっちの方も続いてるんですかね、集落というか。そう何軒かあるんや。なるほど。11軒ぐらいやったかな前に。11軒結構ありますね。もう言いませんけど全然坂俺だけ。だけど彼岸にそうみんなのお寺への来る坂、ほんで俺はここでおるだけで。ぐるっと探検させてもらっていいですか。ありがとうございます。俺もこの足があるさか今もう全然できんねんけどよ。だけどあれだ。やってて。ありがとうございます。はい、という形でこの辺りを管理されている方もいらっしゃる。さっきのお父さんの話だと11軒ぐらいはかつてあったって言ってたんで、こうやって見ても家とかがこんな感じで。でもなんかおそらくもう家は放棄されてて、本当に草に埋もれてしまってますね、完全に。でもお父さんの話によるとこっちにも集落続いてるっていうことだったんで、ちょっと行ってみますか。こっちの方が昨日言った桃代月なんですけど、ただ陸からは行けないんですよね。その断崖絶壁になってて、だから本当はこの山を越えていくか、昨日みたいに船で渡らせてもらうかっていう方法しかないっていう感じです。やっぱその伝承の当時からそういう状況だったのかな。この慶と桃代月の間で峠沿いの道とかはあったかもしれないけど、おそらく今はもう完全になくなっちゃってるんだと思う。藪に車が埋もれてるわ。さすがにこのレベルヒストリカでも近づけないですが、これは分からないね。白い車っていうのは分かるけど、あんなところにも白くて可愛い車発見。なんでああいうの捨てられちゃうんだろうね。置いとくうちにもう動かせなくなっちゃうみたいな感じかな。車って結構な資産だもんね。だけどああやって捨てられてる車結構多いんで、なんかちょっと不思議ですよね。この原っぱ、住居跡ですよね、きっと。ここになんか基礎っぽいの埋まってるんで、多分住居跡でしょ。へえ。でこの辺が集落の端っこになるのかな。道が途切れたので、
多分この先行くともう河原になってて、もうちょっと先行くともう切り立った崖になってるんで、もうそこで行き止まりになってるんですよね、地図で見る限りは。でね、ここにお寺があって、はい、そのお寺になんとその海女さんのお墓があるっていう情報があるので、はい、とりあえずこの上の方にお寺があるっていう情報があるんで、とりあえずちょっと次はそっち行ってみますか。確認してみましょう。実際にあるのか。時は関ヶ原の合戦前夜、箕面国高須城の城主、高木守兼は、居城陥落を前に貞子姫を呼び、熊野国の桃代月という場所に高梅寺という寺がある。そこに海女さんがおられるから訪ねて行きなさいと話した。姫は父の話を聞き入れ、高梅寺を訪ねた。姫は高梅寺の海女さんに大変可愛がられながら仏の道を学んだ。ある日姫はいつまでも世話になっていることに引け目を感じ、隣の村へ行って仏の道を広めたいと願い出た。海女さんは、それは誠に良いことですが、茨の道です。いつまでもここにいて学びを続けましょう、と言った。しかし姫の決意は固く、結局は京へ行くこととなった。京に着いた姫は村で一段と高い丘に登り、そこに屋敷を建てることに決めた。村人たちはけなげに働く姫の姿に感動し、次から次へと姫を手伝いに集まった。姫は大変感動し、村人へ何か恩返しをしたいと考えた。ある晩、夢の中に生き別れた父が現れ、箕面で習った紙すきを思い出して村へ広めてあげなさいと言った。姫は父に感謝し、翌朝から早速村人を集め、紙すきの方法を広めていった。村人たちも熱心に学び、紙の原料となる植物の栽培も始まった。それからというもの、京紙の評判は瞬く間に広まっていき、各地から注文が入るようになった。そしてこの時代から明治の初め頃までの約260年間にわたり、京では良質な紙の生産が続けられた。この姫の墓は現在でも京の寺の境内に残されている。はい。で、吉祥寺ですかね、これが。なんか、なんかね、ここ自体は明治時代にもう廃寺になったらしいんですけど、なんかすごいよね、本当なんかお寺って感じの佇まいしてるよね。美しい。本当に。で、その例のお墓がどこにあるんだろうかっていう、こんな感じなんですよ。あれじゃない？あれかな？お、吉祥寺。違いますね。なんか書いてある。本当だ。どういう意味なんだろう、これは。わかりません。下の金剛だけ読めた。お地蔵さんかな、これは。これがお墓？あ、こ海女さんのやろ。はい。この上今登っててよ。はい。ほんでこれの上の上やの。あ、一番上。そうそうそう。ああ、なるほど。あ、すみません、ありがとうございます。なんかすごい歴史がありそうですね、この場所は。そうだよだ。俺の兄貴はもう死んだけどよ。はい。あれ調べやるもんで、あれ調べたもんで。あ、お兄さんが詳しかったんですね。詳しかったんな。あ、本当だ。この地名が載ってますね。経緯が。そう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 。ほんでテレビにも何回かこれ。あ、テレビも結構来るんですね。玉木さんの一家は、かつてはこの京の大城屋であり、江戸時代には周辺八家村をまとめていたといいます。
亡くなった玉木さんの兄がこの集落最後の住人であったことから、現在渓に定住者はいません。しかし玉木さんは2011年に川の氾濫で流された実家を再建するなど、自分が最後の代になっても家だけは故郷に残したいと語っており、現在でも一人で無住となった渓の管理を行っています。だけど誰かここせんことにはの、そうですよね。今お父さんが本当一人で管理されてるんですか？もうほとんどの。まあだけどあれだ俺だけやったらこの足割りとかできんからよ。花井とかね、子供3人おるからよ。ああ、お子さんが。うん、そうそう。へえ。まああれやってきて。はい、ありがとうございます。どうもすいません。で、さっきのお父さんの話によると、この上っすね。いや、なんか僕ら今回の取材幸運が続いてますね。確かにタイミングがね。そう。なんか本当にちょうどいいタイミングで地元の方に出会えるっていう。こういうの。おお、なんだろうねこれ。おにぎり。お茶碗かと思って。ご飯山盛りのお茶碗。あ、なるほどね。あ、ちゃんとすごいね。なんか一番高いところにその海女さんのお墓はあるらしいんで。うわ、すごい。この雰囲気が。なんかそこにもありますね、一個。これは何の意味なんだろう。3回満まあ例のごとく読めはしませんが、これも何かのお墓でしょうかね。うわ、すごいなこれ。めちゃくちゃ古いお墓がもう所狭しですね。本当に手前のやつとか。一体これ全部お墓なんですかね。やっぱさ、この一番上に置かれてるあたり、本当に尊敬されてた人なんだろうね。その海女さんっていうのも。なんか2つあるけど、完成11年、完成は1789年から1801年なんで、どうなんだろう。もうちょっと古いイメージだよね、海女さんの伝承とか聞いてると。どうだろうな。聖徳5年は江戸時代の1711年から1716年までって書いてあるんで、300年前ですね、大体。元は九十の一部であった渓は1666年に九十から分かれ渓村となりました。近隣の桃代月も元は九十の枝村でしたが、最終的にはこの渓に含まれました。集落の丘には元は箕面国高須城城主の息女であった人物が落植し建てたと伝わる吉祥寺があり、寺にはこの人物が1626年に没したことを示す位牌と宝鏡印塔が現在でも残されています。このことからこの人物が単なる伝承の登場人物ではなく、実在した人物であった可能性が高いことを示唆しています。古くから良質な紙の産地として有名であり、渓で生産された紙は渓紙と呼ばれ、主に大阪方面と取引が行われていました。実際に17世紀の文書で渓紙を注文する内容のものが発見されており、良質な渓紙の存在がこの地域に広く知れ渡っていたことがうかがえます。しかし明治期に入ると海外から洋紙が輸入され始め、それに押される形で和紙の需要は徐々に減少していきました。そして明治の終わりには渓紙の生産もほとんどなくなり、現在では完全に失われた文化となっています。
こうして主要産業を失った慶は、その後農林業や養蚕を生業としながら生活を維持していましたが、世紀に100人を超えた人口も1980年代には25人まで減少し、2011年に最後の住人が亡くなったことにより、現在の定住者はゼロとなっています。これなんて書いてある？これが海女さんの墓？なんか僕らさっき上の立派なやつかと思ったんですけど、なんかここに縦看板があって、なんかこれ海女っていう字が見えるんですよね、ここに。でここにめちゃくちゃ古そうな五輪塔があって、もしかしたらこれかもしれない。でもなんかこっちの方が古いかもな、確かに。でも海女っていう字が見えますね、これ、ここに。本当だ。多分これが海女さんのお墓ですね。僕らはちょっと勘違いをしてしまったみたいだ。というところでしっかり発見できましたね。できました。海女さんのお墓を。この後はその海女さんにまつわる伝承、関わりのあるところがまだまだあるみたいなんで。そうですね。ちょっと軽くにはなると思うんですけど、残りの九十と竹塔についても現地に行って見てこようと思います。いや、すごいっすよね。でも海女さんの影響力。そうだね。もうここら一帯なんか本当その海女さんを中心に。そうですね。地名なんかね、海女さんの行動がなんかね、この辺の地名になったりとか。そうそうそう。影響を与えて。今九十に来たんですが、この建物が今なんかパン屋さんとあとカフェになってるんですけど、ここはですね、お父さんが通ってたって言ってた中学校かな、ここは。で竹塔に小学校があったみたいなんで、今はもう改装されてパン屋さんとして営業されてる。ちょっとね、今日残念ながらお休みだったんで中には入れないんですけど、本屋さん、カフェ、パン屋さん、いいっすね。そう、なんか土日はやってるみたいな感じだから結構完売するっぽいですね。ネットショップもあるみたいなんで、もし気になった方はチェックしてみてはどうでしょう。はい、現場です。多分ここ今九十の本当一番上、標高がこんな感じ。なんか車で登ってきたんですけど、その道々にポツポツ人が住んでそうな家は何軒かあったんだけど、この上のあるなんか建物見た感じはこういうのとか結構廃墟っぽい場所が多かったりとかしますよね。このお家とかはすごい綺麗なんで、もしかしたらまだ居住あるかもしれないね。あるな。自分の家にあんな石垣あったらいいよね。かっこいいよね、なんかね。俺家建てる時石垣作ろう。でもね、新しい石垣じゃこの味は出ませんからね。100年後を見据えてここになんか死ぬほど趣のある神社が、この感じやばいよね。素晴らしいよねこれ。でその手前になんか右衛門四郎左衛門屋敷跡、源氏と平家の戦いがあって、一応平家が勝ったんだけど、源氏を全滅させたんだけど、平家も15人しか生き残らなかったと。でその時の平家側の大将がこの右衛門四郎左衛門っていう人みたいですね。こういう山の集落ってさ、平家の落人伝説ってさ、至る所にあるんだけど、なんかこんな具体的な伝承残ってるとこ珍しいよね。であれかな、あれがその右衛門四郎左衛門。ここに住んでたの？すごくない？もし本当だったとしたら。人は全く住んでないんですかね、ここは。右衛門四郎左衛門おったらどうする？タイムスリップしてきちゃった。すげえ。どうやってアクセスするのかも分かんないねこれ。ただこんな感じ。なんか石垣に囲われてて、なんか一般家庭にした防御力が高そうな感じよね。厳島神社ですね、ここは。ちょっと石段があって、すぐ上に本殿があるって感じですね。綺麗ですね、本当。まだちゃんと管理されてるのがよくわかりますね、これは。はい、現場です。ちょっと今竹塔に来たんですけど、こんな感じで
ここは普通にもう完全に人が住んでる感じの集落というか村なんで、あんまりじろじろ見て回ることはできないと思うんですけど、ここが竹塔ですよっていう、遠くに見えますかね皆さん。すごい段々畑、多分あれは見た感じ放棄された畑なんでしょうけど、なんかあっちまで竹塔だとしたら結構広いよね。本当に現場です。こちら竹塔ですね。で背後を見るとこんな感じで、見た感じはもう放棄されちゃってるような畑があるんですが、大きめの階段がいっぱいあるみたいな。いやこのスケールすごいね本当に。何これ、こんな感じで段々畑。でもめちゃくちゃ綺麗に整備されてるね、こうやって。すごっ。これやっぱ竹塔が一番栄えてたのかな、この感じ見ると。でも丸い石だ。多分あれですね、川が近いから川から取ってきてるんですよね、石を。なるほど。ちゃんとなってるねこれ。次も道を開けてくれてるね。でここの石段があって、上が滝藤神社ですね。手すりつけてくれてるな。住民の方も普通にいると思うんで。筋トレみたいになってきた。やべえ、めちゃくちゃきついただもう頂上着きましたと。鳥居があって、おすげえ屋根がある、屋根がある。着いた。でちゃんと倒木とか雨風からお社守るように屋根もちゃんとついてて、こんな感じで、竹塔はこんな感じですかね。すごい立派な神社が、やっぱり住民のいることから結構そうですね、綺麗に保たれてる。今までのどこより綺麗かも。はい、ということで、今回は海女さんにまつわる3つの箇所かな。ここケイと、あと九十と竹塔行きましたね。なんかやっぱそれぞれなんか由来があったというか、ちょっと時間の関係でなかなかゆっくりは見て回れなかったんですけど、疲れましたねどうでしたか？いやもうめちゃくちゃ疲れましたよ。だってこの日、和歌山旅2日目なんですけど、この3カ所行く前にもう1個その廃村、山奥のやつね、動画のアップのタイミングがいつになるか分かんないんでちょっと何とも言えないですけど、俺ら今回2日で4カ所ぐらい行きましたよねただまだ和歌山にはたくさんあるんで、ちょっと今後和歌山攻めていきたいです頑張っていきましょうか気力の続く限り、応援していただけると嬉しいです。いいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。動画のご視聴ありがとうございました。ヒストリカは地域のこれまでの歴史とこれからの歴史を発信する地方創生メディアです。このチャンネルを気に入っていただけたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。